皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな待ってる三峡ダム。このチャンネルでは三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。5月10日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は164メートル57でした。おとといと比べると25センチの下げ。ようやく低下トレンドになったものの、この程度ではお話にならないレベル、全然足りません。これについては後ほど詳しく取り上げます。ちなみに去年の今頃はというと157メートルあたりでした。ダムの貯水側から見ると水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒7260立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒11200立方メートル、差分については毎秒2940立方メートル。おとといと比べて上流の寸丹観測所はプラスの670、三峡ダムはマイナス800。両地点ともに減ったり増えたりするものの大きな変化はありません。長江の最上流、金沙江にある巨大4連ダムのうち、高架波ダムの放流量はおとといの朝8時の時点で毎秒3890立方メートル。前回は休暇前の水準に戻したところですが、さらに放流アップしているようです。一方、深夜0時の放流量は毎秒11900立方メートル。単純に割り算すると 38% の発電状況で12基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。おとといと比べるとほぼ変わらずです。三峡ダムと最上流にあるダムの流量についてデータを比較しながら現状を確認します。こちらは2月からおとといまでの流量の変化を示したもので、中国交通運輸部の発表データをもとにグラフを作成。上が三峡ダム、下が高架波ダムを表しています。まずは最上流にある高架波ダムの方から。青のラインの放流量は5日に労働節の連休が終わった後、元の状態に戻し、さらに放流アップしています。過去のデータと比べるとピークに近い量を放出。三峡ダムの放流量のグラフを見るとちょうど逆の動きをしているようにも見え、カスケードを組んで運用していることを示しているのかもしれません。一方で水色のラインの流入量は増えてはいるものの少し控えめとなっています。次に三峡ダムの状況について、4月の末にピークを超えた後下げ止まりとなっています。下がったとはいえ以前と比べるとまだ高い水準であることには違いありません。先ほど触れた放流量は流入量の減少に合わせて減らしており、しばらくこの状態が続くのではないかと見ています。ただし再三言っているように、この程度の差では水位低下のペースは上がりません。放流する量をもっと増やさないと後々しわ寄せが来ること間違いなしです。西洋チャンネル。三峡ダムの水位が今後どうなっていきそうなのか、過去の実績と足元の状況を確認しておきます。こちらは1月から洪水シーズン前までのダムの水位をざっくり示したグラフ。2020年からの情報も合わせて載せています。今年は170メートル付近からスタートし、今朝の時点で164メートル台。三峡ダムでは175メートルが運用上の上限、145メートルが下限と決まっています。ご覧の通り、2ヶ月以上も165メートルを行ったり来たりでほとんど変化なし。6月10日の締め切りまでちょうど1ヶ月となりました。目標である最低ラインと現在の水位のギャップは18メートル以上もあります。残り30日、割り算をすると1日につき60センチほど。2日で 1.2 メートルのペースを1日も欠かさず続けていく必要があります。先ほどお話ししたように、最近の放流量と流入量の関係を見ると、一気に水位が下がる気配は全くしません。ダム運用が本格的にスタートした2010年から2022年には、ハンデをしたように必ず運用上の下限まで下げてきた三峡ダム。
しかしここ数年、そのルーティーンが崩れつつあります。時間が経過し、何かがおかしくなっているのでしょうか。それとも、これまでの目標を取り下げ、ダムの運用方針を大きく変えたのでしょうか。ここまでの件、水位が下がらないくらいで、何をそんなに騒いでいるのかと思われた方もいらっしゃるかもしれません。大体三峡ダムの話で世間がざわつくのは、水位が上昇し続けて溢れるんじゃないかという場合。タイミングとしては数年に一度日本のマスコミが、三峡ダムの洪水準備水位を何メートルも上回っている、だから大変だとニュースで伝え出した時です。でも今、水位低下の話をしているのはなぜか。初めてご覧になった視聴者さんもいらっしゃるかと思いますので、三峡ダムの水位の変化を確認しておきます。このダムでは図のように、毎年決まった時期に、決まった水準で調整しています。これは当チャンネルが勝手に言っている話ではなく、あちらの管制メディアがことあるごとにニュースで発信している内容。当局はダムの水位をいつもの通り完璧にコントロールしている、だから安全安心ですというロジックなのです。先ほどお示しした通り、2022年まではこのルーティーン通りにやってきたわけですが、2023年あたりからその方程式が崩れ始めます。報道によると、記録的な干ばつで雨が降らなかったため、平年通りにいかなかったと言い訳をしています。しかし、その後毎年干ばつでもないわけですから、その主張に説得力はありません。ダムの基本スペックを見ると、頂上部分は海抜185メートルもあるのですが、水位は145から175メートルのわずか30メートルで上げ下げして調整されます。三峡ダムは洪水対応だけをしているのではなく、水力発電や船による輸送という別の役割も担っている多目的ダムですから、運用上145メートル以下にはできません。つまり、それぞれの数字には意味があり、最終的に30メートルで水位を調整する設計になったわけです。洪水を調節するという意味では、期日までに145メートルまできっちり下げておけば、100年や200年に一度の大雨になっても、余裕を持って対応するための容量を確保できるという設計のはず。逆にそこまで下げれないとなると、明確な理由がない限り、いろいろ不都合なことが起こるのではということになります。運用方針を変えること自体が悪いとは思っていません。ただ、あちらの場合、はっきりとした理由もなく、こっそり変えるという姿勢がこれまでによく見られ、それがよろしくないと言っているわけです。おそらく、途中でこれまでの方針を変えるということは、過去の共産党の指導に何か間違いがあったと悟られることが怖いのでしょう。先ほどのグラフを見ていただくとわかる通り、明らかに今までと違う動きをしています。その理由を今後彼らがどのように説明するのか。心配で朝もぐっすり眠れません。天気予報サービスのウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の夜7時までの様子。ダムよりも東側で雨雲が見られますが、長江の上流側に目立った動きは見られません。ここのところ、支流の雨降で流量が減っているのも、この辺りが関係していそうです。次に、今後の予想を見てみます。しばらくダム周辺とその上流で、目立った雨雲は見られないようです。今日の三峡ダムの天気は最高気温が32度、最低気温が18度で曇りの予報。今のところ、月の中ほどになるとまた、そこそこ強めの雨が降りそうな計算結果になっています。まだ洪水シーズン前ですが、どれくらいの雨が降るか注目したいところです。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。独自、在留資格、経営管理の許可基準厳格化、新規申請は 96% 減、2025年10月から今年3月で、TBS ニュースディグが伝えています。去年10月に取得要件が厳格化された経営管理ビザをめぐり、厳格化後の新たな申請の件数が厳格化前と比べておよそ 96% 減っていることが分かりました。経営管理ビザは日本で起業する外国人経営者のための在留資格ですが、ペーパーカンパニーを設立し、不正な移住の手段として悪用する事例があるとして、去年10月に取得要件が厳格化されました。一方で、日本で長年働いてきた外国人経営者などからは、資本金の引き上げなど厳格化で、帰国を迫られかねない、と不安の声が上がっています。以上、独自、在留資格、経営管理の許可基準厳格化、新規申請は 96% 減、2025年10月から今年3月で、についてお伝えしました。
西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。経営管理ビザの新規申請が 96% も減少したという数字には驚かれた方も多いのでは。それだけこれまでの制度運用がゆるゆるだったことを示しています。日本で事業を行い、雇用や投資を生み出す人材向けの制度だったはずですが、ペーパーカンパニーを使った実態のないケースがほとんどなのでしょう。厳格化後に許可されたのは、上場企業の役員クラスなど、実績のある人物が多いとのこと。逆に言えば、これまで自称経営者のような曖昧なケースまで申請が通っていた可能性もあるわけで、制度の本来の趣旨に近づける方向としては自然な流れ。不正な手続きをする輩は、しっかり駆逐すべき。最近では外面切り替えの厳格化なども進められており、住所がホテルでも認められていた過去の運用には疑問の声もありました。現政権になってから、制度の抜け穴を埋める方向で、少しずつ見直しが進んでいることを実感でき、石破の時とえらい違い。記事では、日本で長年働いてきた外国人経営者から嘆きとありますが、その外国人というのはどこの国の人なんでしょうね。これまで緩い制度に恩恵を受けてきた自称経営者は、現実社会の厳しさを知ればいいのではないかと。このチャンネルは日本で唯一定期的に中国三峡ダムの情報をお伝えしています。決壊だ崩壊だ大変だという煽り文句とは距離を置き、データを中心に現況を共有。三峡ダムだけでなく、他の国のニュースを合わせて発信しています。ご興味のある方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝8時までの6時間のレーダーの実績。すでに梅雨入りしている沖縄地方に雨雲がかかっています。北海道から鹿児島まで、さらっと全国のライブカメラを見てみると、ほとんどのところで日差しが出ていて、良い天気みたいですね。ニュースによると、沖縄を除き、全国的に降水確率が低めとのこと。お出かけには心地よい季節になりました。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、ひと手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。